我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回はクリップスタジオにある優秀な機能である 3D のデッサン人形を使ったキャラクターデザインの仕方、そして自分の絵に合わせた 3D デッサン人形の使い方についても解説をしていこうと思うのである。ただ、この 3D デッサン人形、高機能な分操作が複雑に見えたり、どのように扱えばよいのかがわからないというポンポコリンが多いそうなのである。ただ、実際一度使ってみれば、その使いやすさや操作性のわかりやすさは理解してもらえると思うので、今回は 3D 全般というより 3D デッサン人形を使うということに注力をして講座を進めていこうと思うのである。また、後半では実際に 3D デッサン人形を使ってイラストメイキングも行っておるので、よければぜひ最後まで見ていただけると嬉しいのであるぞ。また、このチャンネルではクリップスタジオに関する講座動画をたくさん投稿しておるので、興味のある方はぜひぜひチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いいたすのであるぞ。では実際にクリップスタジオの 3D デッサン人形の使い方を解説していこうと思うのであるぞ。まず 3D デッサン人形はウィンドウの素材 3D に収録されているのである。こちらをクリックしよう。すると素材の 3D の項目が選ばれている状態なので、そこに 3D デッサン人形バージョン2男性、そして 3D デッサン人形バージョン2女性というデータが入っているのを確認しよう。これはクリップスタジオを購入すればデフォルトで入っているモデルなのである。3D デッサン人形バージョン2の女性を使って講座を取り行おうと思うのである。基本男性だから女性だからといって操作の差はないので安心してほしいのであるぞ。では使い方はアイコンをドラッグして画面に持ってきてクリックを離すか、レイヤーの置きたいところを選択しておくということも可能である。またその下にある選択中の素材をキャンバスに貼り付けますというアイコンをクリックしても良いであろう。今回は画面にドラッグしよう。ドラッグすると頭の上からつま先までぴったり収まった状態でモデルが読み込まれたのが分かったであろうか。これで 3D デッサン人形をキャンバス内に読み込むことができたのである。では次に 3D デッサン人形のカメラワーク、そしてキャラクターの動かし方を紹介していこうと思うのである。まずは操作ツールのオブジェクトというツールが選択されている状態で 3D デッサン人形のレイヤーを選択している状態にすると、デッサン人形の上部分にアイコンがいくつか並んでいるのが見えるであろうか。この左側3つがカメラのアイコン、残りの5つのアイコンがモデルを直接動かす時のアイコンとなる。こちらはカメラの回転というものになるので、これを選択している状態で画面内の好きなところをクリックしてドラッグをすると、この通りカメラの角度を自由に変えて動かすことができる。下から見たり上から見たり横を見たりするということもできるのである。次にカメラの移動である。画面に向かって平行に上下左右に動かすことができる。そしてカメラの拡大縮小。上下にドラッグすることで、カメラを引くことで画面全体にモデルをどのぐらいの大きさで配置するのかというのを確認することができる。まずはこのカメラの3つの操作を覚えて、好きな角度にモデルを置くことができるようにしておこう。ちなみにカメラを動かすときにはモデルを触るのではなく、画面外を触るようにして移動させると良いであろう。モデルをクリックしてしまうと、こんな風にぐにゃぐにゃとモデルのパーツを動かすことになってしまうので、最初のうちはこう慣れないとこんな風に変な動きになってしまうので、カメラを動かすときはモデルの外にカーソルを置く、もしくは Apple Pencil を置いて動かすということを意識しよう。これだけで誤動作は起きなくなるのであるぞ。では、いよいよこのデッサン人形にポーズを取らせてみようと思うのである。ポーズの取らせ方には大きく分けて2つ方法があり、まずモデルを1回クリックをすると、このように関節の要所要所に青い点が表示されているのがわかるであろうか。手首のアイコンをつかむと腕全体を動かすことができる。同じように足をクリックすれば足全体を動かすことができるようになるのである。
この状態で動かすと、基本的には人間の関節の可動範囲でのみ体を動かすことができるので、ポーズ取りも自然にできるようになるのである。そしてこうやって角度を変えて、またこうやって引っ張ってあげれば、動かしたいところにざっくりとポーズを取らせることができるのである。この画面外にあるこの点、これは何なのかというと、これはキャラクターの視線をコントロールすることができるのである。なのでこっちを向かせたり、こっちを向かせたり、正面を向かせたりというのも直感的にコントロールできるので、割とこの視線の直感的なコントロールは役に立つので、覚えておいて損はないのであるぞ。そしてもっと細かくパーツを動かしたいときは、例えば手をもっと動かしたいときには、青い丸が出ている状態でもう一度クリックをすると、この通り赤、青、緑の半円が表示されていると思うが、これで動かしたい角度の線を選んで、このように動かすと、これも同じように関節の可動範囲内で動かすことができるのである。この風に動かすことができるので、これで自分の動かしたいポーズや取らせたいポーズをより細かくコントロールして作ることもできるようになるのであるぞ。最初は慣れないとどこがどう動くのかわからないという方も多いかもしれないが、このあたりは実際触っていくとだんだん直感的に覚えていけれるので、この風にポーズを取らせながら自分のデッサン人形に取らせたいポーズを作っていくと良いであろう。より細かいポーズの付け方の方法を解説していこうと思うのであるぞ。こういう指などの関節も先ほどと同じように一つ一つクリックすることで回転をしてポーズをつけることもできるが、さすがにこの両手10本ある指一つ一つをコントロールするというのは大変なので、実はクリップスタジオには非常に便利な手の表情付けのツールがあるのである。先ほどと同じようにオブジェクト選択ツールでレイヤーで 3D デッサン人形が選択されていることを確認した上で、ツールプロパティの項目の下の方を見ていくと、ポーズというのが出てくる。これを動かすことで手の表情を簡単に作ることができるのである。この三角形の中でこうやってドラッグをさせると、手が閉じている状態からまっすぐ開く。そして指を開くというのを簡単に、そして両手、基本的には両手を同時にコントロールすることができるようになるのである。下にあるポーズでデフォルトで使えそうな指の仕草というのを簡単にセットして使うこともできるのである。例えばこの右手だけ動かしたいという時は、一回右手をこんな風にクリックして選んだ状態で、このハンドセットアップで動かすと右手だけを動かすことができる。手全体の動きをつける方法というのは先ほどやった通りではあるが、特定の指だけを動かしたい、もしくは特定の指は動かしたくないとき、どのようにすればよいのかということについて解説をしていこうと思うのである。こんな風にまっすぐ開いた手を用意する。で、人差し指だけまっすぐな指にして、あとは指を閉じ、人差し指を指している状態にしたい場合、このハンドセットアップの人差し指の部分のこのチェーンのマークをクリックしてロックしよう。この状態で他の指をぐっと閉じるように調整すると、このように人差し指以外が閉じたのが分かったであろうか。また逆に人差し指だけ大きく開きたいとき、人差し指以外をロックして人差し指を大きく動かせば、この通りしっかりとピンと伸ばした人差し指を作ることができた。このようにそれぞれの指をロック解除することで細かく様々な動きをつけることができるので、繊細な指のニュアンスを簡単に作ることができるのであるぞ。よりイラスト的にこの 3D デッサン人形をコントロールする方法をお教えしようと思うのである。例えば今こんな感じで左手を前に出してパンチしているようなポーズを作るとしよう。十分これでもパンチっぽくは見えるのだが、いかにも 3D でポーズを取らせたような漫画っぽいデフォルメの効いていないポーズになっているのがわかるであろうか。これを解決するのがツールプロパティにある漫画パースという機能なのである。ここにチェックを入れると、なんとぐーんと今手が大きくなったのが分かったであろうか。これは実際に手を大きく長くモデルを変形させることで、このようなパンチポーズを取らせた時にぐーっとド迫力の画角に変更することができるのである。こうすることで一気に漫画らしい
表現を 3D で再現することができるのである。実際にこれを使うだけでも 3D 臭さや迫力のなさというのをかなり補完することができるので、このようなパースの効いたポーズを取らせたいという時には、この漫画パースというところにチェックを入れると良いであろう。これをもちろんオンオフすればいつでも戻すことができるので、自分の描きたい作風や方向性に合わせて活用してみると良いであろう。3D デッサン人形の基本的な操作を覚えたので、ポーズを取らせれば自分の描きたいポーズの資料を作り放題と思うかもしれないが、実は一つ大きな落とし穴があるのである。今回参考としてプリズム殿を画面に今出しているのだが、こうやって 3D 人形と置いた時に何か違和感であったりおかしなことに気づいたであろうか。そう。この 3D デッサン人形と自分が描く絵、今回は我の絵とさせていただくが、では頭身のバランスが違うのである。頭身というのは頭の大きさを1と基準にした場合、頭何個分で体全体が作られているかということを頭身というのである。3D デッサン人形の場合は 7.2 頭身。そしてプリズム殿はほぼ6頭身ということで、1頭身以上頭のバランスが違う。言ってしまったらプリズム殿の方が頭の大きいモデルになっているということなのである。なので、このまま7頭身以上のモデルでポーズを取らせると、プリズム殿っぽくない背の高いキャラクターになってしまう。なので、3D デッサン人形を使った違和感というのが、こういうところで出てしまうのである。また、キャラクター同士を比べてみても、首の太さであったり、肩幅だったり、そのままトレースすると違和感が出るというのも、なんとなく分かってもらえたであろうか。では、このようなアニメキャラクターを描くときには、この 3D デッサン人形は使えないのかと言ったら、そうではないのである。これからその方法を解説していこうと思うのであるぞ。3D デッサン人形を選択して、オブジェクト選択ツールを選ぶと、ツールプロパティの下のところに、体型変更という項目が出てくるのである。こちらを使うことで、体のバランスや頭身を簡単に変えることができるのである。先ほど言っていた頭身というのが、ここの段階では7なので、これをぐーっと下げて、6頭身までにすると、一気にプリズム殿っぽい体型になったのが分かったであろうか。このように頭身を合わせるだけでも随分絵を描く時の参考資料になるので、自分の絵とはデッサン人形のバランスが合わないなという方は、このデッサン人形のツールプロパティの頭身を合わせてほしいのであるぞ。そして、その下にある、この四隅にいろんな人の形が書いてあるが、これを動かすことで、痩せ型かぽっちゃり型、筋肉がないのか筋肉があるのかというのを全体を調整することがこの段階ですることができるのである。プリズム殿はやや通常体型よりも細身なので、こちら側にスーッと動かすと、この中で 3D 人形全体からお肉がそげていくのがわかるであろうか。逆に反対側の太っている方に持っていくと、どんどんぽっちゃりとした体つき、顔とか腕がしっかりと肉付きが良くなっているのがわかるであろうか。で、下に持っていくと、筋肉のないぽっちゃりした体型、つまりちょっと幼い体型にすることができるのであるな。で、上に持っていくと、しっかりと筋肉、そして脂肪がつき、豊満な大人の女性の体つきにもすることができると。プリズム殿はやや幼く細身なので、このパラメータを使って、だいたいこの辺りかなに持っていくと、これでだいぶ体型を幼く、そして少女らしい体型にすることができた。ただ、先ほど言ったような首の太さであったり、肩幅の広さというのが、我が描いている絵のバランスとはちょっと違う状態になっている。ではどうすればよいのか。ここの全身と書いてある項目をクリックすると、このようにパーツごとに今選択できるようになっているので、首を選択して同じように首を細くしていこう。マックス細くしていいぐらいかな。で、首の高さも決められるので、このぐらいかな。で、肩も細めに設定すると。で、こうすると今度胴体のバランスが悪くなるので、同じように胴体のバランスも整えていこう。自分の絵柄に合った調整を施すと良いであろう。言っても 3D なのでやりすぎると結局極端なバランスになってしまうので、ある程度は妥協も必要だとは思うんだけれども、こんなところかな。で、もうちょっと腕も細くさせたいので、腕もちょっと細めにして。
これで自分の描いた絵の等身バランスやパーツバランスに近い 3D デッサン人形モデルを作ることができたのである。このように調整前後のデッサン人形のポーズの比較を見てみると、バランスを変更したというのがしっかりと分かったであろうか。そして毎回 3D デッサン人形を使って絵を描こうとするときに、一度一度自分の描きたいモデルに調整しなくてはいけないというのは大変なので、3D デッサン人形のツールプロパティ、先ほどの体型変更のところを見ると、素材登録という項目があるので、こちらをクリックして、今回は自分の保存したいの個人素材にちょっと名前しておいて、このように名前を付けて OK を押す。すると、先ほどの素材で保存したところに、このようにプリズムドの6等身というのがあるので、これをまた素材内に投げ込むと、ちょっと今重なってしまってるけれども、よいしょ。こんな感じで同じ等身のモデルをすぐ画面内に出すことができるので、次から絵を描くときにもそのまま同じ等身で活用して描くことができるのである。では、今回作った 3D デッサン人形を使って 3D デッサン人形にポーズを取らせ、それをもとにイラストを描いてみようと思うのであるぞ。というわけで、完成したイラストがこちらである。ポージングやキャラクターの角度などを 3D デッサン人形でコントロールできる分、絵を描くという作業の際にデッサンの間違いや見直しをする必要がほとんどなく、ダイナミックなポーズ、そして繊細な手の表情もあっという間に作ることができたのであった。このように 3D デッサン人形を使いこなすことで、描きたいポーズや難しいポーズを簡単に描くことができるようになるのであるぞ。今回教えた機能を使えば、自分の絵柄や描きたい身長、体型、頭身に合わせて自由にデッサン人形を扱うことができるようになるであろう。ぜひ皆もこの便利な 3D デッサン人形を使ってお絵描きを楽しんでもらえると嬉しいのであるぞ。ではでは、なのである。
動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。